ご視聴ありがとうございます。今回は発展と衰退に見舞われる路線の今に迫ります。ダイヤ改正で大きく変わった二駅と山間部に差す不穏な影、そして来週に迫った工事に注目です。ここは JR 青梅線の青梅駅です。青梅は昭和レトロの街を打ち出しており、駅前には昭和の香り漂う外装の建物が。ただしこの駅のポイントはそれだけではありません。改札内に入ります。ホームへつながる地下通路の周りにも昭和レトロな映画などの看板があります。かつては他にもあったのですが、一部が撤去されたそうです。青梅駅のホームは2つ。手前の階段を上がります。反対側にはエレベーターもあり、バリアフリー対応です。階段を上がった先には、下り奥多摩行きが停車中。そしてその右には、もう一つのホームがあります。この車両は両側のドアが開いており、車内を通って反対側に行けます。二名三線の構造は JR ではよくあるものですが、中線の両側がホームに接しているのは結構珍しいものです。そしてこちら側は床やそれ以外の作りも綺麗。そう、このホームは今年3月に供用が始まったものです。青梅駅ではほとんどの列車が系統分離されており、折り返し列車も多数ある中、列車を一面二線でさばいていました。それでは運行上の自由度が低いため、2014年8月、北側に一面追加して二面三線にすることが決まりました。先ほどの通路をよく見ると、手前の階段の手前までは壁面が微妙にヘロヘロなのに対し、そこから先は真っ平らで、後から作られたのがわかります。番線は1から4で、中線は2番線と3番線。中線を下り列車、外側2線を上り列車に割り当てて、常に対面乗り換えできるようにした上で、本数の多い上り列車の線路を確保しています。中線の列車は両側のドアが開きますが、時刻表では接続を加味した片方の数字が振られ、反対側のドアはそれより先に閉まるので注意が必要です。また、車両の通り抜けができない場合、ホームの移動にはさっきの通路を通る必要があるので、発車番線をよく確認する必要があります。そしてこの構造、別の課題も抱えています。中線では6両編成の最後尾にあたるこの場所ですが、4番線側では5号車。青梅線は下りが10号車のため、後ろにおよそ5両あることになります。このホーム、もともと留置線だった土地にホームと線路を作った際、減らす留置線を少なくしたためホーム幅が狭くなり、階段とエレベーターがホームの端に寄っているのです。3番線側からは乗り降りできないため、3番線はここが上り方の終端。この背後に6両しか止まれません。一方、下り方の様子がこちら。途中にあるのはベンチだけで、待合室や自販機はありません。ホームは奥で曲がり、不自然な S 字カーブを描いています。そして右の4番線側だけ線路が先に続き、奥の道路の手前で行き止まりになっています。一方、当初計画では、3線すべてが下り方へつながっています。この裏にあるのが、青梅駅で進んでいたもう一つのプロジェクト、この動画とも大きく関わる、通勤電車の12両化です。2018年、最大10両編成で運行されている中央線の通勤電車に、グリーン車2両を追加し、最大12両にする計画が発表されました。対象区間は、中央線の東京大月間と、青梅線の立川青梅間です。それまで10両対応だった各駅ではホームの延伸工事が進み、ポイントを移動してホームを伸ばしたり、高架橋を魔改造して対応したり、苦労が伺えます。当初は2年半ほどの工事だったのが、ホーム新設と12両化が重なったために工期が伸び、計画発表から10年近く後でようやく完成しました。下り方でも3線を合流させると12両分のホームが確保できないため、4番線を行き止まりにした上で、向かって左のホームだけがフルで12両対応とされることになりました。その上、もともと中線はほぼまっすぐ伸びており、そのままでは左側のホームも伸ばせないため、中線を右に移す工事が行われました。昨年10月に行われ、このチャンネルでも取り上げたこの工事では、下り方1箇所と上り方2箇所のポイントを交換することになり、昨年10月15日土曜日の午前0時半頃から、翌16日日曜日の午前3時頃まで工事が行われ、15日土曜日に青梅駅を発着するすべての列車が運休になり、大規模なバス代行も行われています。今後、下り方の延伸部分の工事と、
仮で作った部分の仕上げが進められる予定です。信号機はすでに奥に移設され、元の信号機には×印がついています。紆余曲折の末に完成した青梅駅の新ホームですが、先ほど触れた構造ゆえの不便さが色濃く現れる列車があります。中線に停車しているのが、当駅始発の下りホリデー快速奥多摩号、奥多摩行きです。かつては新宿から10両で発車し、途中の拝寺まで6両と4両に分割、4両はホリデー快速秋川号として武蔵五日市まで、6両は奥多摩号として奥多摩まで運行されていました。3月改正で秋川号が廃止になり、10両すべてが奥多摩号となったものの、運行区間自体が短縮され、青梅奥多摩間は臨時扱いとなりました。隣の4番線に到着したのが、当駅止まりのホリデー快速奥多摩号。臨時列車があっても通し運転にはならず、青梅駅で乗り換えが必須です。ここまでは10両ですが、奥多摩青梅間は最長6両までしか入れないため、乗り継ぐ列車は6両です。ドアが開くと同時に、大量の乗客が吐き出されます。そして中線の停止位置が下り方によっているため、後ろの乗客は前へ移る必要がありますが、ホーム幅が狭すぎて人がうまく流れず、後ろの車両が大混雑。前に行けば乗れますが、接続時間が短く、外国人も多いので大変。結局ホリデー快速は、結構な数の乗客を積み残して発車です。そして積み残し現象は隣のホームでも同じで、乗り換え客が滞留。ホリデー快速の通過駅で降りる乗客はこの列車に乗らないとはいえ、そもそも乗り切れない乗客が一定数います。3月改正以前は拝寺まで列車を切り離し、6両で奥多摩まで走っていたので、車両が足りないわけではなく、青梅駅のホームが狭いこと、そして接続時間が短く、乗客への案内も十分でないことが、この事態の要因と言えそうです。ホリデー快速の1本後の列車が来る時の様子がこちら。この間に1本後の下り列車の乗客も加わりますが、両数はさっきより少ない4両です。最終的に折り返し遅れのため、5分遅れで発車していきました。一方、ホームが増設された駅は、ここだけではありません。もう一つが、2つ登り方の壁駅。同じく3月改正で、新しいホームの共用が始まりました。橋上駅舎から抜きっと伸びた通路には、出来たての香りが漂います。この先にあるのが、上下線の南側に新しく作られた3番線ホームです。青梅駅とは違って単式ホームで、上下両方で他の線路につながっています。このホームは当駅折り返し列車での使用が基本ですが、折り返し列車の本数自体少ないため、通常は1、2番線を使います。1、2番線のホームの延長部分は柵があって入れないのに対し、こちらは最初から12両分が確保され、列車が来ないところにも入れます。3番線の12両の停止位置目印はすでに設置済みです。なお、もともとこの駅は下りが1番線、上りが2番線でしたが、そうするとホームの番号順がごっちゃになるため、新ホームの共用前に1、2番線が入れ替えられました。拡幅前のホームの痕跡や、幅が狭かった頃が伺える屋根が残る一方、番線表示だけが新品なのはそのためです。ただしこれ、本体を事前に交換した上で、数字のところに貼られたシートを変更当日に剥がしているため、よく見るとシートを剥がした跡が残っています。大型の設備投資が続き、今後も発展していきそうな駅が目立ちますが、実はそうでもありません。青梅線の環境は、路線名になっている青梅駅を境に大きく異なっています。青梅線の奥多摩青梅間では、駅を降りてすぐに本格的な自然やアウトドアを楽しめる利点を生かし、東京アドベンチャーラインと銘打った PR 活動が行われ、他の路線の LCD モニターでも沿線の宣伝が流れます。青梅駅の駅名板などはかつて昭和レトロを意識した独自のデザインでしたが、東京アドベンチャーラインとしての PR に合わせて大半が他の駅と同じようなデザインに交換されています。その PR のために用意された編成もあり、外側には奥多摩の動植物をあしらったステッカーが付き、特製の座席モケットや吊り革を備えた編成もあるこだわりの車両です。その一方、ここ数年の青梅線末端区間では設備や運行形態の縮小が続いています。青梅駅での乗り換えが必要なのはホリデー快速だけではなく、今では全列車が青梅駅で系統分離され、乗り換えが必須。その上奥多摩青梅間では、土休日は日中平均30分間隔なのに対し、
3月改正より前から平日は45分間隔となり、本数が間引かれました。青梅駅の時刻表を見ても、上りよりも下りの方が圧倒的に本数が少ないです。種別も普通のみで、ホリデー快速や特急などは臨時列車のみです。そして青梅線末端区間で設備が縮小されたのが、青梅から6駅先の駅です。青梅線は青梅駅の一つ手前から単線になり、山間部を走るようになります。アドベンチャーラインの名にぴったりの線形の向こうに、その駅があります。かつては一面二線だったこの沢井駅、下り線が使用停止になり、使われていない側にはフェンスがあります。以前は南北をつなぐ跨線橋の上に改札口がありましたが、下り線の跡地に階段を設け、南側からは直接駅に入れるようになり、改札もホーム上に移動されました。ただしこの通路、バリアフリー対応ではなく、設置されているのもスイカ用の簡易改札機と乗車駅証明書発行機だけ。この駅ではチャージができません。同じような駅は他にもあり、スイカの利用範囲内とはいえ、駅の機能には制限があります。また、青梅線末端区間では昨年無人駅総選挙が行われ、トップ3の駅のプロモーション強化が謳われています。ただしこの区間の途中駅は、全部で11。青梅と奥多摩以外、すべて無人駅なのです。また、先ほどのホリデー快速には車掌が乗務していましたが、3月改正で基本的に奥多摩青梅間がワンマン運転になり、コスト削減が図られました。外国人観光客の利用も多いこの区間ですが、途中駅に駅員が配置されていないことや、設備が都心の駅より乏しいことが、観光利用に水を差している面があります。そして設備が縮小する駅は、これだけではありません。その舞台が、先にご紹介した青梅と壁の中間、東青梅です。一面二線のホームの手前では、下り線の下が白くなっており、上り線側にはポイントの根元だけがついています。これは、ここに渡り線を入れるためのもの、ではなく、今後下り線を上り線側に付け替え、駅構内を単線化するための準備です。ホームに降り、下り方へと進みます。かつて東青梅駅のホームはもっと短く、下り線も向かって右に敷設されていました。壁駅と同じく、その頃の痕跡がまだ残っています。さらに先へと進みます。単線化に向けた準備は進んでおり、ホーム上に複数あった壁駅で見たサイズの番線案内のうち、一番線側の案内はすでに撤去されています。そして一番大事なのが、この一番奥。ホームは上下線の間隔が詰まるギリギリの場所まで続き、その奥には新しい信号機が。そう、この駅は上り方に踏切があり、下り方では線路がすぐに合流するため、ホームを伸ばす場所がありません。ただし12両化の対象は青梅駅までのため、この駅ももちろん対象です。青梅駅では留置線があった場所を使って線路を移設して間隔を広げ、ホームのスペースを確保できました。また、以前ご紹介した青梅線の牛浜駅でも、下り線をずらして場所を確保しています。ただしこの駅はそのような方法では対処できなかったため、下り線を潰してホームを伸ばすことになったのです。青梅駅や牛浜駅の工事で営業列車の運休が発生したのと同じく、東青梅駅でも営業列車を運休にして工事が行われます。その工事が行われるのが、来週末、5月13日土曜日の夕方5時半頃から、翌日曜日の明け方4時10分頃まで。壁青梅間が運休になり、バス代行が行われます。なお、高圧線の作業などがあるため、対象範囲外の拝島壁間と奥多摩青梅間でも運休時間帯がありますが、こちらのバス代行はありません。一方、青梅線の牛浜と福生の2駅では、他の路線の駅を利用できる特例が一時的に適用されるなど、珍しい取り扱いも見られます。切り替え部分は上り方のここだけで、線路を切断して付け替える、比較的手間の少ないもの。上り線のポイントはすでに設置済みですが、この工事は駅全体に影響が出るため、周辺の3カ所の踏切が封鎖されます。また、下り方では線路の一部が撤去され、延長されるホームの一部がこの間に施工されます。下り方のポイント部分と下り一番線側の線路の撤去は後日施工される予定で、使われなくなる一番線側には後日柵が設置されます。南側から直接ホームに行けるようになった沢井駅とは違い、跨線橋の上の駅長を経由しないとホームに入れない構造は今後も変わらないようです。
これまで上下線で分かれていた番線は今の2番線に集約されるため、案内看板はすでに交換され、表面のシートを剥がせば新しい表示が出ます。壁駅と同じですね。駅名板も壁駅側の三角と駅ナンバリングが入ったものに交換されており、シールを剥がせば OK です。一方、発車案内表示器は上り線側のものを継続使用するわけではなく、新しいものが設置されます。今の表示器の隣にある時計は工事前に外される予定であったり、線路脇には臨時の出入り口が作られるなど、前倒しできる工程はバンバン進んでいます。そして JR 東日本の大規模工事ではおなじみ、車内の中吊りによる告知がなされ、ドア上の駅長モニターでも CM が流れるほか、各駅にはチラシやポスターが掲示され、告知に余念がありません。この日は上下線に同時に列車が入る場面もありましたが、これは上り列車の遅延が原因。今年3月改正で上下線の発車時刻はずらされており、この工事に伴うダイヤ改正はありません。設備投資が続く青梅伊東と、東京アドベンチャーラインとして観光需要の喚起に舵を切る中、体制の縮小も目立つ青梅線の末端区間。発展と衰退が混ざる青梅線、今後も追いかけていきます。ご視聴ありがとうございました。